ご来場の皆様、大変お待たせいたしました。改めまして本日はニスモ40周年記念レセプションにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この記念レセプションは1984年にニスモが創立されてから今年で40周年を迎えたことを記念し、ファンの皆様をはじめ多くの関係各所の皆様と共に積み上げてきた歴史に感謝し、これからも共に歩んでいただきたいという思いを皆様にお伝えするべく、こうして開催させていただいております。本レセプションでは日産自動車より内田 CEO、 日産モータースポーツ&カスタマイズより片桐 CEO から皆様へのご挨拶、さらに現役レジェンドドライバーを交えたスペシャルトークショーをお楽しみいただきます。申し遅れましたが、私本日の進行を務めさせていただきます佐藤めぐみと申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、日産自動車株式会社社長兼最高経営責任者内田誠より皆様へご挨拶を申し上げます。それでは内田さん、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、横浜までお越しいただき誠にありがとうございます。今日9月17日、日産のモータースポーツ活動を象徴するニスモブランドは誕生から40周年を迎えました。日産は創業当初から他のやらぬことをやるという精神でモータースポーツに挑戦してきました。その DNA を体現するニスモはこの40年間、過酷でエキサイティングな世界のモータースポーツの場で独自性にあふれる革新的な技術を鍛え、ワクワクするドライビングによりファン、お客様の心を動かしてきました。そしてそのノウハウを受け継いだロードカーシリーズを送り出してきました。今年のワークス活動では柱の一つであるフォーミュラ E のレースが日本で初めて開催されました。私もスタンドで観戦しましたが、ファン、パートナーの皆様、日産の従業員が一丸となり会場を盛り上げていた風景がとても感動的でした。ロンドンの最終戦も足を運びましたが、ラウンド優勝を果たすことができ、声援の力とチームの熱気を肌で感じることができました。来シーズンからは日産の電動化技術がより本格的に入り、さらに進化を遂げる予定ですので、ぜひご期待ください。もう一つの柱であるスーパー GT は今年も各チームがしのぎを削り、毎回勝者が入れ替わる熱戦が続いています。これから終盤戦に入りますが、長年使われてきたニスモのチーム力とファンの皆様の声援を糧に、チャンピオン奪還を向けて挑戦してまいります。昨今、社会や環境のニーズに合わせてモータースポーツを取り巻く環境も大きく変化しています。カーボンニュートラル燃料の使用など変化への対応を進めていく必要はありますが、今後もレースを通してエキサイトメントを追求していくことに変わりはありません。ニスモがここまで成長できたのは、チームのスタッフ、ドライバー、そして長年にわたり支えてくださるファン、パートナーの皆様の力があってのことです。共に挑戦し続けることで、我々も成長し、新たな価値と感動を生み出すことができます。今後も皆様と共に喜びを分かち合い、笑顔の輪を広げていきたいと思っています。モビリティと社会の可能性が広がる、よりワクワクに満ちた次の10年を、そしてその先の未来を皆様と共に切り開いていきたいと思っておりますので、引き続きご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それではニスモブランド誕生から40周年を記念して制作したブランドムービーをご覧いただきたいと思います。い
いつの時代も挑戦を繰り返してきた情熱と革新の軌跡。創業以来他がやらぬことをやるという DNA を貫いてきた日産は常に技術の頂点を目指し続ける。この変わることのない日産 DNA は1936年日本初の常設モータースポーツサーキット多摩川スピードウェイでのレースへの参戦が根底にある。数々の試練を乗り越え情熱を注ぎ生み出してきた革新的な技術。日産のモータースポーツの歴史は80年以上に及び今日まで脈々と続いている。勝利することにこだわり続けレースシーンで磨かれた日産の究極のパフォーマンスブランド。ニスモ。技術だけでは究極の性能は作れない。人の感性で初めて完全になる。常識を覆し限界を超え続ける。今までにないワクワクと究極のエキサイトメントが共感を。さらなる革新と挑戦でパフォーマンスカーの時代を切り開く。皆様いかがでしたでしょうか。ニスモの情熱と革新の軌跡、これらもニスモがワクワクする時代を切り開いていくことが伝わったのではないでしょうか。そして本日は日本のモータースポーツの未来を盛り上げていくためにこの方がニスモ40周年のお祝いに駆けつけていただきました。一般社団法人スーパー耐久未来機構の豊田昭夫理事長総支配人です。どうもご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今ご紹介ありましたように、STMO の、理事長をやっております豊田昭夫です。実は招待状はトヨタ自動車の会長には来てません。STMO の理事長としての招待状になります。で実は私ここのグローバル本社2回目の訪問です。1回目はこのビルが建った時に、すごいビルが建ったなっていうんでどっかにありますでしょ、喫茶店みたいな、はい、お茶飲むとこ、そこでお茶を飲んでおりました。ですから今回初の日産グローバル本社、正式訪問でございますので、記念すべき日にお立ち会いいただきましてどうもありがとうございました。それで実はですねこのスーパー耐久、というものは N1 耐久の時からですねニスモさん日産に支えていただいたと言っても過言ではないというふうに思っております。最初は R32、そして GTR、そして最近の Z、すべて、そのプライベーターにですね、車を供給し、そして、ニスモはそのサポートをする、この伝統を参加型レースで作られたのがニスモさんと、この日産自動車だったというふうに思っております。今ではですねトヨタは GR、スバルは STI、そしてマツダはマツダスピリットレーシング、そのモータースポーツを起点にしたサブブランドができてまいりましたけれども、30年ほど前からこの流れを作られたのは何を隠そうニスモさんとその日産さんだと思います。先ほど40年を振り返る、ね、ビデオで他がやることはやらないというふうにおっしゃっておられましたけど、他が参加してきたからだといって、ぜひともですね参加を取りやめるようなことはお考えいただかないように、やっぱり先駆者として
参加型のレースの先駆者として、ぜひともですね、未来づくり、どんどん日産ニスモで引っ張っていただきたいなというふうに思っております。最後になりますが、このニスモの創業者の難波さん、という方が、よくおっしゃっておられたというふうに聞いておりますが、 F1 は F1 マシンと言います。このカテゴリー、ニスモさんが出ておられるこのカテゴリーは C カーに代表されるような形でカーを使っています。そんなところが、多分そのレース場で機械えた、車を一般の方も乗られるような、ものにしていくというお考えだというふうに思っております。我々もそのカーというものにこだわってですね、ぜひとも、30年遅れではありますが、みんなで一緒に、自動車業界盛り上げてまいりたいというふうに思っておりますので、皆さんからもこれからのご支援よろしくお願いをしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。内田さん、豊田様、ありがとうございました。どうぞご講談ください。それでは続きまして、日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者片桐隆夫より皆様へご挨拶を申し上げます。それでは片桐さん、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。本日はご対応のところ、ニスモ40周年記念レセプションに大変多くの皆様のご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。私は日産モータースポーツ&カスタマイズの片桐でございます。ニスモは1984年、日産自動車の宣伝部大森分室と、特殊車両実験部、そして中央研究所エンジン開発といったおっぱま部隊を母体に、初代社長に難波康晴を迎えて、日産モータースポーツインターナショナル社として設立されました。そして今日まで40年にわたりまして、創業当初から続く日産のモータースポーツの歴史を受け継ぎ、さまざまなカテゴリーにおける日産車のモータースポーツ活動やレースチューニング、部品の企画・開発を通じて、お客様にワクワク、感動をお届けし、日産とニスモブランドの価値向上に貢献してまいりました。この間、日産、ニスモファンの皆様、スポンサー、そしてパートナー企業の皆様のご支援のもと、デートナ24時間レースでの優勝、ルマン24時間レースでの3位表彰台をはじめ、国内外のトップカテゴリーでの幾度とないチャンピオンや表彰台の獲得など、歴史を刻んでくることができました。そして今から2年前の2022年には、この日産モータースポーツインターナショナル社と、日産直系のカロッツェリアでありますオーテックジャパン社を日産モータースポーツ&カスタマイズ、通称 NMC という会社として統合いたしまして、よりモータースポーツ活動とスポーティーロードカーの開発にシナジー効果を発揮することができる体制といたしました。ニスモロードカーは国内市場では昨年発売いたしましたフェアラディ Z ニスモ、スカイラインニスモ、そして GTR ニスモに加えまして、今年6月には高性能 EV のアリアニスモ、そしてこの7月には電動 4WD を含めてさらなるパフォーマンスアップを果たしましたオーラニスモのマイナーチェンジを発売。さらにアリアニスモに関しましては近日中に欧州市場にも投入いたします。また北米地域、中東地域においてもさらなるニスモラインナップの拡大、商品強化を図りまして、 NMC はグローバルにニスモブランドを広め、日産ブランドを盛り上げてまいりますので、こちらもご期待ください。モータースポーツ活動に関しましては、フォーミュラ E 世界選手権とスーパー GT、GT500 クラスというワークス活動2本柱のもと、カスタマーレーシングプログラムといたしまして、GT3、GT4 に参戦する国内、アジア、そしてアメリカの数多くのカスタマーチームをサポートしております。フォーミュラ E は来シーズン以降のさらなる飛躍を目指しまして、
投入いたしますジェネレーションエボに適合する新マシンの投入準備を進めておりますのでご期待ください。またスーパー GT に関しましては参戦マシンを GTR から日産 Z に切り替えた2022年2年前ですね、星野総監督率いるインパルチームが見事チャンピオンを獲得いたしました。今年度からはマシンを日産 Z ニスモ GT500 に進化させて参戦しておりますが、必ずやチャンピオンを奪還すべく残り4戦日産系4チーム一丸となって全力を尽くしてまいりますので、どうか引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。日産の究極のエキサイトメントを象徴いたしますニスモは50周年に向けてこの先も一年一年レースでの勝利を求めて真剣に全力でモータースポーツ活動に取り組み、そしてレースからのフィードバックを織り込んだ魅力的なロードカーを開発してお届けすることで日産ファンご支援いただける皆様、そしてより多くのお客様にワクワクと感動を届け、日産をより好きになっていただけるよう一丸となって取り組んでまいります。それを皆様にお約束してご挨拶をさせていただきます。本日は短い時間ではございますが、どうぞゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。片桐さん、ありがとうございました。さあ、それではお待たせいたしました。ここからはニスモ40周年をテーマにしたトークショーを行ってまいりますので、ここで早速ご登場いただくスペシャルゲストの皆さんをご紹介しましょう。皆様、大きな拍手でお迎えください。どうぞ。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。椅子の前にお立ちください。長谷美さんから椅子の前に、はい、椅子の前にお立ちいただいてよろしいでしょうか。はい、ということでご登場いただきました。ここにお集まりの皆様には改めてご紹介する必要もないような皆様かと思いますけれども、ここで順番にお一言ずつまずは簡単にご挨拶をいただきたいと思います。では皆様から向かって左からのご紹介となります。まずは長谷美正弘さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。お一言よければぜひお願いします。40周年おめでとうございます。僕は実はニスモができる20年前から実はニスモと契約しているものですから、もう60年近いんですけれども、ニスモが生まれた時から全てなんか裏の裏まで知ってるっていう感じです。そういうことで今も一応、名誉顧問として携わっていますので、本当に今日はおめでとうございます。はい、今日どうぞよろしくお願いいたします。続いては星野和義さんです。星野さんもお願いいたします。どうも40周年おめでとうございます。僕も蓮見さんと同様、確か23くらいの時からですけど、やらせていただきまして、難波さんが40年前に星野ニスモ会社作るぞ来てくれよなんてで、そこで約束して、難波さんとずっとやってこれたのは本当に幸せだと思ってます。でデイトナも優勝できたし、ルマン目指そうと、それでもう難波さんよろしくお願いしますってつい最近のように思います。難波さんには本当にお世話になって、もう僕はもう日産ニスモ要するにあるからここまで来れたんで本当に感謝しております。これからも末永くニスモがトップを走るように頑張って、僕もそれなりにチームインパル星野レーシングも頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて近藤正彦さんです。お願いいたします。はい、40周年おめでとうございます。
僕は長谷見先輩、細野先輩に比べたらもう全然、まだまだ若い方なんですけども、ニスモ、憧れのニスモに入ってチームを持てたということはもう本当に夢のようで、この後もまだまだ先輩の背中を追いかけて頑張りたいと思います。ちなみに一人でなんか歌を歌うような格好で来てしまいまして、俺歌ってあげるよ。あとトークショーをまだこの後やりますので、皆さんぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。第2部はパーティーがあるので近藤さんその時にでも結構ですのでお願いします。はい、さてここからはですね現役の日産ドライバーをご紹介いたしたいと思います。まずは千代勝正選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。40周年本当におめでとうございます。僕自身も、レースのキャリアを、四輪のレースのキャリアをスタートしたのが、ニスモの若手育成プロジェクトの NDDP に入らせていただいてからで、そこから、2007年に、ニスモに入らせてもらったんですけども、本当にニスモに鍛え上げてもらって育てて今日があると思っているので、本当に一緒にこう戦ってきて、僕もすごくもう家族のように思ってます。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。続いては高橋光則選手です。お願いいたします。はい、今シーズン、3号車ニテラモチュール Z をドライブしてます高橋光則です。僕自身も4輪、ニスモ NDDP に入ってから生粋で、ここまで、やってこれました。で先輩方のように、これからどんどん、いろいろなタイトルを取って日産ニスモに貢献できるように頑張っていきたいと思いますので、これから頑張っていきたいと思います。今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして日産フォーミュラ E チームからはチーフパワートレインエンジニアの西川忠さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。フォーミュラ E の開発を担当しています西川と申します。よろしくお願いします。今日はこのそうそうたるメンバーの横に並ばせていただいて誰ですかっていう感じがすごいあると思うので、ちょっと一人だけユニフォーム姿でフォーミュラ E だっていうアピールをしています。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではどうぞ皆様おかけいただきましてお話をお伺いしてまいりましょう。どうぞお座りください。さあ改めましてここからのお時間はニスモ40周年をテーマにトークショーを進めてまいりたいと思います。ニスモは40年前の今日1984年9月17日に日産のモータースポーツ専門会社として設立されました。当時国内自動車メーカー直系の同業他社は存在していませんでしたのでとても画期的なことでした。初代社長はもともとはラリードライバーとして活躍されていた難波康晴さんです。ニスモはモータースポーツ活動に加え自動車関連ビジネスを開始しましたが、最初に挑戦したビッグレースは1985年に行われた世界耐久選手権シリーズ、いわゆるウェックジャパンだと思います。激しい豪雨の中での決勝レース、難波社長の檄を受けながらトップでチェッカーフラッグを受けたのが、こうしてここにいらっしゃいます星野さんなんですよね。さあ星野さん、今でも語り継がれるほどの、日本の名レースと言われていますけれども、会社ができてすぐのレースだったと思います。大きなチャレンジということでいろいろなお気持ちあったと思いますが、いかがでしたか？いや、本当の本心はあのまま帰りたかったのよいやだけどもう難波社長が、星野チャンスだぞとはいってその自分の本心と違う言葉になっちゃったんだよね。あとはもう踏むしかないわけだから、それがウイングカーでそのなんていうの、魚みたいに水の上走れたの、あのレースが一番だったんじゃないかな。だからそれはもうヘアピンでスピンしたけど、そのタイムが同じ、その一周して同じタイムでラップで帰ってこれたんですよね。で僕の任務は終わったと思ってピットに入ってきたら、星野そのまま行けって賞金は3分の1ずつだからね、はい、僕が全部走ったのにそれは半分ジョークで半分本心だけど、いやそれぐらい楽しいっていうか、あの時は本当に自分で言うのはおかしいけど乗れてました。はい、でもニスモができたばかりということで、みんな若いス
タッフばかりだったと思います、はいさらにそのプレッシャーといいますか責任もあったと思うんですけれども。でもプレッシャー感じていたら走れない。いやもうその前は感じてますけど、よーいドンした途端にもうそれは飛んじゃいます。誰も怖くない、そういう精神で行かないといけない。誰もあの水の中も行けないよ、船みたいな感じで。それが踏んじゃうんだから、やっぱ自分でもあれはすごいなと思った。ですね。でもやはりその会社の若さとかチームの若さとか皆さんのそのエネルギーみたいなものがやっぱり結果にねつながりましたよね、きっと。難波社長が日産で本社をして予算取ってきたから星野これだけ出すからって、いやそれはすごい金額だった、今の人にあまり言えないけどちょっと気になりますけれども、いやそれは積まれれば踏むよ汗。なるほど。まあという中での結果が出たということですよね。だって16歳から優勝すると2万円もらう、それで僕は生きてきてるからね。もうとにかくアクセルは踏んじゃいますよ。あとは強いらないで。はい。でもこうしてね写真を拝見するだけでも過酷なレースだったんだなっていうのは伝わってきますけれども、さあ長谷美さんも、こちらのレース、参戦されていましたし、長谷美さんはさらにですねその後も、もちろんル・マン24時間レースですとかデイトナ24時間レース、国内のグループ C や A といってもう名だたるカテゴリーのレース、戦われて、ニスモとともにここまで歩まれてきたかと思います。長谷美さんはですねこのニスモの成長というのをそばで一番近くでご覧になっていて、ニスモが強いチームになった要因っていうのはどんなところだと思いますか。ご覧になっていてどういうふうに感じますか。そうですね、スタッフの皆さん、あと関係者ですね、みんなやっぱりレースが好きでしたね。大体大きい会社の人はあんまり配属されたからやってるって感じがあるんですけども、みんな好きでしたね。とにかく勝とう勝とうってね。でそれが結果的にですね、日産のドライバーっていうのはいまだに怪我してないんですよね。はい、他のメーカー関係とかチームはもう怪我したりいろいろ亡くなった方がいっぱいいるんですけどね、我々はそういう面ではやっぱりスタッフがちゃんと車をメンテナンスしてくれたんでしょうね。はい、だからやっぱりみんな好きだったんでしょうね。そういったもうスタッフのそのマシンの開発力はもちろんですけれども、人としての熱意ですとか気持ちっていうのがこのチームの大切な部分になりますか。そうですね。はい、ありがとうございます。もちろんですね、日産ニスモとしては、皆さんご存知の歴代 GTR や Z といった強いマシンがあったからこそというのはありますけれども、やはり最後は日産ニスモのスタッフの気持ちということですよね。長谷美さんね、ありがとうございます。さあ続いて近藤さんにもお話をお伺いしたいと思いますが、近藤さんは、富士フレッシュマンレースで日産マーチで、デビューをされたわけですけれども、何年のことか覚えていらっしゃいますか。全然覚えてないです。覚えていらっしゃらないですか。はい、実は近藤さんのドライバーレビューがですね1984年ということで、はい、まさにですねニスモの創立と同じ年なんですよ。1984年です。そこからはですね今お写真もありますけれども、ドライバーとして活躍され、その後は監督として、ニスモという会社チームの伝統を引き継いで、いらっしゃいます。近藤さん、ここまでですね、どういう思いで活動90されてきたんですか。年代の初めに、はい、難波社長に、マーチのコマーシャルをやってて、マッチお前日産の応援団で一緒にルマンに行くぞって言われて、で日産の応援団としてルマン24時間連れてっていただいて、ジャコバン広場で星野先輩、長谷美先輩も皆さんで写真を撮った時に、スタッフの借り物のジャンバーを着て、僕もそのスタッフの一員の格好をしてですね写真撮ったのを覚えてるんですけども、実はその数年後にはですね、僕本当にワークスの一員として借り物のジャンバーじゃなくて、ちゃんと正彦近藤って書いてある、自分が日産からもらった本物のジャンバーを着て写真を撮ったっていうのがすごく印象的で、夢のようで本当に泣きそうになった記憶があります。でその時に星野さんチームと、僕らのチーム2台のGTR で
出たんですけども、結果は星野さんのリタイアで僕ら10位でした。以上でございます。そんなこと覚えてなくていいね。いやでもやはり近藤さん、その責任というか重圧みたいなものを感じつつ、いやありました、すごくあります。はい、やっぱりさっきの星野さんじゃないんですけども、その2代で初年度 GTR で行った時に、星野さんたちはもうガンガン攻めていく、僕らちょっと守ってチェッカーを受けなきゃいけない役だったんですけど、僕はやっぱり最後のドライバーだったんで、結構最後の1時間は絶対にチェッカーを受けなきゃいけないんだと思ってチェッカーを受けさせていただいて、で帰ってきてそのビデオを見たらチェッカーを受けた後結構僕泣いてたのをテレビに映ってて、はい、だからもう本当にそのプレッシャーというかね、でも今思えば本当に僕にとってレースをもっともっと好きにさせてくれたなんかワンシーンだったなと思います。はい、それがあったからこそ今こうそうしですね、て監督としても、熱意を持ってレース活動をされているということで、そして本日はですね、今までお話しいただきました長谷美さん、星野さん、近藤さんがつないできたニスモの伝統を継いでですね、現在現役のワークスドライバーとしてレースを戦うお二人にもお越しいただいてますので、お話聞いてみましょう。さあお二人はですね、今日横にいらっしゃる長谷美さん、星野さん、近藤さんはもちろんのこと、影山正美さんや会場にもいらっしゃいます本山聡さん、さらに、現在ですねライバルとして仲間として戦う松田次夫選手やロニー・クインタレッリ選手なども名前を挙げたらキリがないほどたくさんいらっしゃるニスモのドライバーの皆さんの背中を見てここまで、来られたかと思います。さらにお二人は、先ほどお話にもありましたが、日産ニスモのドライバー育成プログラム NDTP のご出身でもいらっしゃいますので、そんな先輩方からたくさんの指導も受けたかと思います。さあ千代選手、はい、この長い伝統を持つニスモのドライバーの一人としてですね、今こうしてステージでお話しいただいてますが、どうですか、ご自身はニスモドライバーの一人としてのお気持ちっていうのは。そうですね、本当に先輩方の話を聞くと本当そうそうたる歴史があって脈々と受け継がれているそのニスモの伝統をまた僕が今年23号車というね背番号を背負わせてもらって走って実際思ったことはやっぱり大きなブランドをしっかり背負って走るもうどんな時もアクセル全開でもう車の限界を常に追求しなきゃいけないし、その中でやっぱり結果を出して貢献しなきゃいけないというところで、今年本当にそのプレッシャーをひしひしと感じているんですけども、僕は多分日産のドライバーの中では結構 NDDP って僕も高星も若手から育ててもらったんですけど、ものすごい多分手の焼いたドライバーだと思うんですね。なかなかやっぱり結果が出ない時もあって、そういう時も何度もチャンスをいただいて、で世界のヨーロッパだとか、オーストラリアのバサーストとか、いろんなレースに連れてってもらって本当に過酷な中で鍛えてもらって、何台も多分僕は車を廃車にしてるかもしれないんですけども、そんな中で、その先輩方の教えが今年23号車に乗ってやっぱ時にすごく厳しく教えてもらったことがやっぱここに来てやっぱりこのプレッシャーの中でやっぱりレーシングドライバーは結果を出さなきゃいけないしチェッカーまで車を運ばなきゃいけないっていう、責任のある、立場としてその長い時間かかったんですけどそこまでなんていうんですかね、諦めないで僕のことも信じて育ててもらったおかげで今があるなと思って本当に感謝してます。はい、その期間があったからこそその大切さを改めて感じていらっしゃるということですよね。さあ続いて高星選手はいかがでしょうか。ニスモワックスドライバーとして走るというのは。僕はもともとカートの時から日産ニスモに支援していただいてもらっていて、その支援なかったら僕正直そのレース続けられてなかったと思ってるんで、そういう意味では今こうやってレーシングドライバーに慣れてるのも、その日産ニスモを支援していただいたおかげですし、そこからプロのレーシングドライバーとしてそのきっかけを作ってくれたのはその NDDP で、ずっと育成してもらっていた長谷美さんだったり、F3 チャンピオンの時本山さんだったり、そういう方々のおかげで今こうしていられるんで本当に感謝の言葉しかないですね。はい、ありがとうございます。さあ長谷美さん、星野さん、近藤さん、今ですね現役のお二人からの力強いニスモドライバーとしてのお言葉ありましたけれども、
ニスモのドライバーとしてレースに参戦するということはやはり何か違うものがあるんだなというのを改めて感じております。ぜひですね、皆様から現役のお二人、もちろん会場にいらっしゃる他のドライバーの皆さんに向けて何かアドバイスや期待の一言があれば教えていただきたいんですけれども、ちょっとお時間もあるのでぜひお一言で何かキーワードみたいなものがあれば教えていただきたいんですが、長谷美さんはいかがですか？フォーミュラレース、日本でやってますけど、ニスモのドライバー出てないんですよね、なかなかいろんなことがあって出られないんで、これも仕方ないんですけど、その代わり GT の方はもうニスモ全開でやってますからね、とにかくドライバーとして失敗しないで、ゴールの時に1台でも前に行くっていうことを考えて走ってほしいと思います。そうするといい成績につながります。はい、お二人どうですか？きっとNDTP の頃からそう長谷美さんから聞いてたと思いますけれども。もうF3 時代から肝に銘じて走ってますけど、たまに失敗しちゃいます。でもいつもリタイアしないように、ポイントでもとりあえず取るって思いで、その教えはNDDP の時に長谷美さんからもう言われてきたことなんで、それだけを守ってやってきました。ちゃんと長谷美さん継がれているということでありがとうございます。さあ、星野さんはいかがですか？何か一言。だから今千代君が言った失敗があるからいいのよ。プロなんだから、そこをやらないと。仲良し会じゃないし、僕と長谷美さんなんかもう目と目とあれて口聞かないから、予選の時なんか。いや、それはそうだよ。それどっちもトップを取りたいんだから。ジャイアンツの王さん、長嶋さんでも一緒に食事行ったことがないって言うんだから。いや、プロはそうよ。アマチュアじゃないんだから。そういう気持ちで日産を背負って本当のプロに成長してほしい。ちょっと厳しい言葉じゃない、それぐらいのガッツで言ってほしい。頑張ってね。はい、ありがとうございます。では続いて近藤さんからも何か一言あれば。僕はプロドライバーでもなく一流ドライバーでもないんで、アドバイスはちょっとできないんですけど、一番感心するのは今長谷美さんがおっしゃったように、ニスモの GT500 のドライバーってスーパーフォーミュラーの、レギュラードライバーないんですよね。よそのメーカーのスーパーフォーミュラーの500はスーパーフォーミュラーの経験というか出場がずっと続いてて、その割にはそのニスモの500のドライバーってあんな車にパッて乗ってタイムでポールポジションを取って勝っちゃうっていうのはすごい努力してるとは思うんですよね。だからもう本当に尊敬しかないです。ありがとうございます。本当に驚くぐらい500にパッて乗って速いっていうのはすごいなと思います。これからもニスモ引っ張って皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ、続きましてはですね、本日はスーパー GT と並んでニスモのモータースポーツ活動のもう一つの柱でございます日産フォーミュラ E チームから、日産社員でありエンジニアとしてニスモブランドを支えている西川さんにもお越しいただいておりますので、ここからは少しフォーミュラ E のお話もご紹介していきたいと思います。さて、高星選手は過去にもですね、フォーミュラ E の、マシンテスト経験もございますし、さまざまなイベントでこのフォーミュラ E のマシンドライブされてますけれども、現役ドライバーとしてニスモのドライバーとしてこのフォーミュラ E というレースはどういうふうに感じていらっしゃいますか？とりあえずもう激しいですよね。はい、ドライバーのバトルもそうですけど、開発のメーカー間の開発の仕方もすごく激しいと思いますし、このチームすごい速かったなって思ってても、次のレースからもう全然その勢力図が変わったりとか、本当にどんどん毎レースごとにどんどん進化していく、レースだなって思いますし、今年、東京大会、ありましたけど、僕東京の他にも、モロッコのレースを見てて、それと東京を直接比べた時に東京大会のその見せ方っていうのはすごかったなっていうのがあって、レースだけじゃなくて周りのそのイベントの仕方だったりっていうのが、本当に
見てもらおうみたいな感じのレースですごく興味深かったなっていうふうに思いました。はい、日本初開催となりました東京イープリ、本当に盛り上がりました。さあ西川さんですね、フォーミュラ E ではニスモブランドへの貢献、どういうふうに関わっていると、実際現場で働かれていると思います。そして日産社員として現場に行かれている中でどういうふうに感じていらっしゃいますか？そうですね、やはりレースに勝つことが、何よりも直接的な、ブランド向上には貢献するとは思っていますけども、それに加えてですね、12月から始まる Gen3 エボにはですね、日産ニスモの技術が深く織り込まれたパワートレインが搭載されることもありまして、トラックトゥーロード、ロードトゥートラックというところの取り組みが非常に加速していると思っています。はい、なのでこれからもですね、日産ニスモが電動パフォーマンスを上げて、ロードカーでもレースでもいい成果を上げることによって、これからのニスモのブランド貢献というところにも寄与できたらいいなというふうに思ってます。はい、西川さん、先ほど高橋選手からもその東京が盛り上がったっていう話ありました。実際に、日産の母国である東京のレースいかがでしたか？そうですね、本当に悲願のホームタウンである日本での開催に加えてですね、やはりファンの応援がですね、非常に感動しましたね。もうあれはガレージの中にいても本当に聞こえてきていて、あれがやっぱりチームのみんなにですね活力をより与えていい結果にもつながったというふうに思っています。はい、東京のイープリではですね、現役のドライバーの皆さんが、アリアニスモ、そして、フォーミュラ E のマシンでデモンストレーションランを行いました。さらにですね、星野さんと近藤さんも会場で私お見かけしましたけれども、かなり盛り上がって観戦されていたようですが、いかがでしたか？先輩先輩先輩ちょうど写真が出てますね。はい、お客さんの方が楽だなと思いましたね。そうですか。楽しかったっていうことですか。チームの方でずっとピリピリしてるんですけども、サーキットではやっぱり客席にいると本当にレースって楽しいなって思いました。はい、普段お二人が戦われているそのスーパー GT のようなガソリンエンジンのレースとはまた違った魅力があったと思うんですけれども、星野さんはどう感じられました？でもその電気って僕はあまり電気が好みじゃなかったんだけど、はい、フォーミュラ E よりアリア乗ってびっくり。フォーミュラ E のマシンよりアリアニスモにあれだけパワーがいるのかっていうくらい、いや本当すごい。あれは電気ちょうど写真が出てますけれども、星野さん、これアリアニスモ乗られてるんですか？いや本当に速いよ。スピードは言わないけどとんでもない速度がすぐ出る。いやパワーがね、だからこのフォーミュラ E も一度乗ってみたいと思うけど、これ結構ハードだと思うよ。やっぱりでもレーシングカーの方に乗ってみたいなっていう興味は。いやそれはありますよ。もう一人専用でね、はい、ちょっと後ろが誰も来ないところでね。でも実際レースをその近くで見ると意外と音ですとかその迫力っていうのはしましたよね。いやあんなに速いとは思わなかった、正直。だからこれから日産が要するにやっぱ競争っていうのは一番いいよ。競争して電気の中でもトップになってほしい、とにかくトップ以外は僕認めないから、だからそういう意味でフォーミュラ E に参戦して、予算もかかるんでしょうけど GT もよろしくお願いします。はい、もうニスモは GT とフォーミュラ E と2つの柱でモータースポーツ活動してますからね。そうよね。ぜひとにかくこの電気の力っていうのにアリアに乗ってびっくりした。だから見てびっくりした。はい、いい意味で期待を裏切られたっていうことですよね。はい。いや気持ち日産には申し訳ないけど気持ちどっかで半分バカにしたようなとこあったの。でもすごい楽しかったですか？これからやっぱそういう時代になるでしょうね。近藤さんも写真でちょうどアリアニスモと、星野さんと、2人で、つい最近までシーマに乗せていただいたんですけども、新しい車に変えるということで、星野さんがアリアはもういいぞと、黒が絶対いいからなって言われましてで僕と星野さん黒のアリアを今、乗ってまして。そうなんですね。この日だけではなく、この日だけでもう普段からずっと乗ってまして、でもう僕も気に入ってかっこいいなと思って乗ってるんですけど、なんか星野先輩は赤いラインがあんまり青くしたくなっちゃうんですか？いやそれは大きい声じゃ言えないけどいろいろ趣味があるじゃないの。
いやいやニスモロードカーはもう赤がそう大ニスモ事なアクセンレッドで、ねトですので、はいレッドラインで、僕はままにしてるんですけど、星野さん多分来週あたり黒くなってんじゃないかなと思ってるんですよね。いやでもサーキットにお二人がじゃあ乗ってきている様子を乗ってますはい隣同士に置いてありますはい、見えるかもしれないという今ことで。本当に信号で止まってるのは隣の人もこう見るからね。そう見ます。そうですか。いやそのアリアもね、すごい。僕 GTR に乗ってるんですけど、GTR より見られる。注目されるんですね。はい、ということで西川さん、やはりこのフォーミュラEの技術がこうして市販車にフィードバックされて、その車をいいと言ってくださってるのを聞くと、なんかこうやりがいというか、ニスモの社員と日産の社員として嬉しいんじゃないですか。そうですね、非常に嬉しいですし、やっぱりもっともっとそういうワクワクをですね、お客さんにどんどん増やしていけるように、これからもやっていきたいなと思ってます。はい、ぜひ皆さんスーパー GT はもちろんですけれども、これから新しいシーズンが始まるフォーミュラEにもご期待をいただければと思います。さあということで、お話聞いてまいりましたが、楽しいお時間はですね過ぎるのが早いもので、残念ながらトークショー、以上で終了のお時間となります。それでは以上をもちまして、こちらのトークショー並びにニスモ40周年記念レセプションは終了となります。会場の皆様、そして配信でご覧いただきました皆様、日頃からニスモへの温かい応援誠にありがとうございます。ニスモはこれからも日産自動車のパフォーマンスブランドとしてモータースポーツや車の魅力、素晴らしさを皆様にお伝えするとともに、車産業をますます盛り上げてまいりますので、これからもニスモへのご声援をどうぞよろしくお願いいたします。それではトークショー以上で終了となります。皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。